はい、どうも、たれんです。ですね、今日というか明日、1月23日に、以前にちょっとコラボさせてもらったコココロキッチンの大西さん主催の料理系 YouTuber の集いというか新年会があるんですよ。で、調理系 YouTuber おのおのが一品ずつ持ち寄って、それを食べながらみんなと飲みましょうよっていう、そういう会なんですよ。で、この私、谷崎は何を作ろうかなと思いまして、やっぱね、飲み会となったらもうド定番中のド定番、牛すじ煮込みを作っていこうかなと。結構味濃いめにして。で、まだどうなるかはわかんないんですけど、もしかしたら、作ってみてすごく美味しかったら、東京から帰ってきて、で、僕自身の実食でも食べていこうかなと。まだわかんないですけどね。その場のノリというか、そういったもので決めていきましょう。というわけで、早速今日も作っていきましょう。じゃあ作っていきましょうか。まずこちらが今回のメイン食材となる牛すじ。なんかここ最近この牛すじすごい登場してるような気がしますけど。で、お好み焼きの動画やったかな。あの時にも一応牛すじ煮込みって作ってるんですけど、あれはあくまでもお好み焼きのトッピングに使う牛すじ煮込みやったんで、今回のとは若干違うんですよね。以前のやつと何が違うのかというと、まず調味料の比率が変わってます。もうちょっとしっかり味になるというかね。で、二つ目に、今回牛すじ以外のこんにゃくとかごぼうとか、そういったものも加えていきます。トッピングではなく、ちゃんとした煮込みになるような感じ。というわけで、早速作っていきましょうか。まずは牛すじと、割とたっぷりめのお水。そしたら火にかけて、まずはさっと下茹でですね。この牛すじのアク抜きと余分な油を落とすのが目的。結構アクが出ますんでね。で、こっちに見えるのが、この後お出汁を使うので、それも同時並行で今こっちで煮出してます。今回はカツオと昆布の合わせ出汁ですね。沸いてきましたら、このまま5分10分ふつふつと。てか相変わらずアクがすごいね。さすが牛すじ。茹で上がったら一度こちらを取り出して、表面についたアクを水で洗い流して、一度きれいにしたお鍋に戻したら、もう一回冷たいお水。点火。先ほどと同じことをもう一回。で、1回目のやつと違って、もう2回目はね、アクも少ないので、ちょっとあっさりしすぎかなっていう感じはしますけど、一応これもお出汁として使えるかなと思います。そしたらあとはここからこの牛すじを刻んでいくんですけど、この牛すじ場所によって全然食感が変わってくるんですよ。ちょっと4つほど抜粋してみたんですけど、まずこれもう今合計10分煮た段階でもうこうプリップリになってるこういった筋のところ、これがねザ・おでんの牛すじみたいな、そういった感じ。この後煮込んだ後プルンツルンみたいな、そういった感覚の食感で、これもう明らかにお肉の部分が多いところ、ここがね肉々しくてちょっとこうキュッキュッとした食感が残るところで、僕の一番好きなのがこれわかるかな。なんかポワポワしてるの分かります？ここがめちゃくちゃ柔らかくて、もう最後仕上がった時にはなんかね雲を食べてるみたいな、あと綿菓子とかもうふわっふわに仕上がるところで、これなんですよ。このぶっとい筋のところ、もう今触った段階でもうギチギチに跳ね返してくるんですけど、こういったやつはちょっと薄めにスライスしてあげないと他のやつと足並みが揃わないんですよね。もうこれだけギチギチ硬いみたいな感じになっちゃうんで、そこら辺を考えながら切ると多分仕上がりが均等になるかなと思います。で、個人的にはもうこれはこのぐらいのサイズでいいはずで、この一般的な部分ももうこのぐらいのサイズでいいかな。で、お肉が多いところは繊維を断ち切るように、僕はちょっと小さめに刻むかな。で、最後ここ僕の切り方はこれ見えるかな。こういう風にこの向きに筋がバーって見えるの分かりますかね。こっち向きに繊維がこれ走ってるんですよね。ってなったらその繊維を断ち切るように僕はこうやって刻んでいくかな。これも好みの切り方でいいと思いますけど、僕はだいたいこのぐらいの薄さにするかな。これにて牛すじのカット終了で、いいタイミングで出し引きも終わりました。ちょっと濃すぎた感ありますけどね、まあよかろう。で、この牛すじはもう先にお鍋の中で待たせときましょう。それではこれから煮込んでいく際に使う調味料をせーの、こちらからだし、酒、醤油、みりん、ざらめ、味噌、生姜で、今回の比率がこちらから10対2対1対1対1対 1.5 適量
多分前回作ったやつよりこのお酒とお味噌がちょっとずつ増えとるかな。で大体基準としてこのお出汁と塩分の強いお醤油、これの比率が、何回もお伝えしてるんですけど、丼で4対1、煮物で10対1、お鍋だと20対1、大体このぐらいの比率で覚えておくと何かと便利かと思います。で今回は醤油とはまた別にこっちのお味噌もあるんで、塩分のある今回結構しっかり味になると思います。今回おつまみとして持っていくんでこんぐらいでいいと思いますけどね。そうなれば本調理に参ります。そうしましたらまずはこのお味噌と生姜以外をお鍋に加えて、で沸いてきましたら、もしもまだアクが出るようであればこのアクはお掃除しつつ、今回結構お酒の分量も多いので、今こっからガンガンと立ってるこのアルコール臭、これがなくなるまでまずは一度沸騰させて、アルコールの香りが飛んでお出汁とお醤油のいい香りに変わったところで火加減を落として、だいたい火加減としては浴槽に入れた直後じゃなくて、もうすぐ終わるっていう時のバブぐらいの泡の量で蓋をして、ここから90分煮込んでいきます。さっき結構火弱めたんですけど、これ蓋するとこの中で熱も対流するんで、さっき見たやつよりももうちょっと踊るような火加減になるかと思います。ではこの間の時間を使いまして、今回一緒に煮込んでいくサブ食材たちの下準備に参ります。今回ご用意したのがこんにゃくと新ごぼうではサクサクっと参ります。ではまずこちらのこんにゃくから。でどうしてもこんにゃくって調味料とかを弾いちゃうと味が染み込みにくいんですよね。多分一番一般的なのはここに包丁かこういったフォークなんかを使って筋を入れて、でこの筋と垂直な方向でこうやってスライスしていくっていう方法。それかここの中心に切り込みを入れてあげて、でくるんとやってこういった手綱にして表面積を増やすやり方。ただ今回もっと簡単にタコのお刺身を切りつける方法、あれでいこうかなと思うんですけど、包丁をまっすぐストンと落とすんじゃなくて、この包丁をなみ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 とするやり方、これで表面積を増やしていこうかなと。なんだかんだこれが一番早いような気がする。てか忘れてた、今回僕だけが食べるんじゃなくていろんな方が食べるし女性もおっしゃるけ、ちょっとこれ大きすぎるわ。ちょっとこれもう半分に切っとこう。このサイズなら食べやすそう。そしたらこのこんにゃくは熱湯でさっと茹でて、だいたい3分5分くらい。こんにゃくといえばのアク抜きですね。このこんにゃくパッケージにアク抜き不要って書いてあったんですけど、やっぱ僕アク抜きしたくなっちゃうんですよね。こすらずつるんと落ちると書いてあるお風呂の洗剤、そういったものを全部手でいっちゃうアナログ派の人間です。茹で終わったら回収して、これでこんにゃくの下処理終了。でお次新ごぼうは金だわしなんかを使ってきれいに洗った後、それ今回どうやって切っていこうかな。普通のごぼうよりもこちらの新ごぼうは柔らかく食べやすいので、ちょっと大きめに刻もうかな。こういった感じの乱切りにして、一たち入れて、面というかここのライン、ここに対して90度、この角度でストンとまたくるっと回して、永遠とこれの繰り返しで、こちらの新ごぼう、普通のごぼうよりかはね、アクも柔らかいんですけど、やっぱちょっと気になるので人様に振る舞うし、ちょっとだけ水にさらしてこれで終了。以上、これでサブ食材たちの仕込みが終わりましたんで、あともうちょっとこの牛すじが煮えるまで待ってましょうか。もうプルップルですね。これ伝わるかな。もうこういう感じで、まだこの段階でずっと蓋をしてたんで、正直まだね水分がちょっと多いかなっていうイメージなんですよね、僕の中で。だからもうちょっと味をぐっと詰めたいのと、この煮汁の中にさらにこのごぼうの風味を加えたいっていう、そういうお時間です。ではまずごぼうとこんにゃくを加えて、あんまり激しくかき混ぜちゃうと多分もうこの牛すじがボロボロになっちゃうんで、そこそこ優しく。そしたらこちらを強火にかけて最後の仕上げと参りましょう。
言うても今結構濃いっちゃ濃いので、この煮汁焦げつかないようにたまにそこを取ったりとか、お鍋をゆすってあげたりとかしながら、せやな、15分から20分ぐらいいこうかな、このごぼうに火を通すように。んでもうこの隙にちょっとこの煮汁を使ってこのお味噌を溶かしときましょう。あとは最後におろし生姜と先ほど溶いたお味噌、あとは全体をなじませて、やっぱあらかじめああやってお味噌溶いといたらね、早いねこれがね。一番最後にこうやって生姜とお味噌を加えてるのは、あんまり味噌とか生姜を先に入れとくと両方とも香りが飛んじゃうし、あと生姜からえぐみとかも出ちゃうし、そういった理由でこの最後に入れてます。じゃあここでちょっと味見してみますか。最高にうまい。それはこちら火を切って、この粗熱が取れれば完成。あとはこれをパッキングして、こっちが皆さんに食べていただく分で、こちらが今夜の僕の宿泊先のホテルで僕が食べるやつです。よし、できたということで、ちょっくら東京まで行ってきます。ただいま。というわけで福岡に帰ってきたんですけども、いやー楽しかったね。で、その時の様子は他の YouTuber の皆さんが動画に上げるようですんで、概要欄にね、貼っときますね。なんだろう、コラボ動画っていうよりかはもうほんと親睦会とかそういった感じでしたね。いやー楽しかった。朝5時まで飲んでましたわ。で、今回作った牛すじ煮込み、自分でも食べたんですけど、自分で言うのもなんですけど、お酒に合うと。で、個人的に結構満足のいく仕上がりやったんですよ。もうとにかく濃厚な。ということで、よいしょ、もう一回作り直しました。で、こちらは基本的に調味料の比率とかそういったものは全く同じなんですけど、見栄え的に人参が入ってるのと、あともう自分で食べるけんいいやと思って、ごぼうなんかがこういう風に大きいサイズになってます。で、せっかくなので今回はこちらの牛すじを持って実食編とさせていただきます。でも早速これを盛り付けてご飯をよそって、さあ実食っていう風にしてもいいんですけど、さすがにあのまんまだとちょっとくどいので、こちらの白髪ネギを添えたりとか、あとね、野菜室にちょっと大根が余ってましたんで、ちょっとね、そろそろこれ消費しちゃいたいんですよね。この中の中心部分は明日のお味噌汁にするとして、今回はこの皮だけ使おうかな。ということで追加の調理に参ります。あとは水の中でわりかし強めに揉んであげて、ちょっとだけネギの辛み抜きですね。あとこの時にネギがバラバラになるっていう。 1,2 分揉んだら水からあげて、水気はよーっと絞りながら、これで完成。続いて大根は、今日はこの2個だけでいいかな。そしたら皮を剥いて、でこっちの皮は短冊状に刻んであげて、おっとつながってた。で刻み終わったらお塩軽く揉んで、これ辛みを抜くというよりかは大根の皮の青臭さを飛ばしてる感じですね。もうものの数十秒でこういう風にもう水分がじわっと出てきますんで、そしたらお水でお塩を洗い流して、こちらも水分はしっかりと。で今回こちらの皮は梅肉和えにしようかなと思います。なのでまずは梅干し、
したらこちらに白だしをちょぴっと、それとごま油、あとはこれを混ぜ合わせれば大根の皮の梅に加え完成。あとはここにお好みで刻み海苔とか、あと鰹節をバッてしたりとか、思い思いのあしらいで。で、とりあえずこちらを冷蔵庫で待機。で、こちらの大根の中心部分なんですけど、ちょっといいこと思いついた。適度な厚みにスライスして、ここら辺はちょっと幅が広すぎるかな。このくらいのサイズにしてスタンバイ。なんかここに牛すじを乗っけて、この大根ごとボリボリっていったらすごい美味しそうやね。まあ、ものは試しということで。では、いよいよここから盛り付けに参ります。あとはお茶碗と最後の締め用に温泉卵を準備して、はい、これで牛すじ煮込みセットの出来上がりです。では実食編へゴー。というわけで無事に完成しました。パッと見ネギで、まだご飯は持ってきてません。多分ね、冷めちゃうと思うので、今回もいつもと同じように、まずはこちらでお酒を楽しんで、で、いい感じにほろ酔いになってきたところでご飯を持ってきて、そんでもって牛すじ煮込み定食として締めていきましょうか。多分今回の動画はお酒好きの方からしたらかなりの酒テロでしょうね。僕がそうなので。そんならば食べていきましょうか。いただきます。ビールがうまい。そんならばまず何からいきましょうかね。まずはベジファーストでいきましょうか。大根の皮も倍に加え、イメージとしては梅水晶の大根の皮バージョンって感じ。もう大根の皮もコリコリしてますんでね。梅水晶ではない。どちらかというと梅クラゲに近いかも。ほんのりと大根の香りがする梅クラゲみたいな。で、今回たっぷりと梅を使ってる分、しっかり酸っぱい。酒飲みとしてはこれがいい。で、やっぱこの食感が小気味良いよね。こっちの中心部分だとこうはなりませんもんね。実は僕大根の皮の方が好きだったりするんですよね。なんならもう大根の皮だけで売ってほしいぐらい。そんならここら辺でこちらのメインで参りましょうか。そしたらこのプルップルのところをネギをしっかりと絡まして、いやー、やっぱね、もうすごいんですよ、このプルップル具合が。あんだけ長時間煮込んでますからね。もうほんとボロボロに崩れる寸前って感じ。たまらんくうまいね。で、僕が一番好きって言ってたふわふわのところ、それがこれなんですよ。今見えました？崩壊したの。もうなんて言ったらいいんだろうね。もうこのしっかりとした煮汁の味を吸いに吸って吸いまくった何か。もうね、煮込みすぎて何食べとるかわからん。だがそれがいい。もうこのごぼうとか人参を食べたらわかるんですけど、これの味が濃すぎて、ごぼうの香り、人参の香りをぶっ飛ばしてくるんですよね。お高いお店の煮物を食べると、例えば人参は人参で煮て、ごぼうはごぼうで煮て、お肉はお肉で煮てっていう風にして最後ドッキングとか合わせるんですよね。それぞれ火の通り方が違うから。だからそれぞれがちゃんとこう主役を張れるようなお上品な煮物に仕上がるんですよ。それと比べて僕のこれはというと、もう何が何だかわからないぐらいまで煮込んであるんで、これ。もう簡単に言うと、下品の極み。もうめちゃくちゃうまい。もちろん酒との相性も抜群よね。もういい感じのところにお肉の部位があったわ。筋というよりかはお肉のところ。もう牛タンシチューとかビーフシチューみたいに繊維がホロホロっていく感じやね。もうほぐれた繊維が歯の隙間に挟まることすらない。
気づけばもう口の中にはない。もうつまり何が言いたいかっていうと、最高。いやもうたまらんね。そしたら次これいきましょうか。大根プレート。この大根の上に牛すじ乗っけて、んでこれをちょっともう一回。いや一枚じゃわからんな。僕はめっちゃ好き。もうくったくたまで煮込んであるんで、正直この中にはね、強い食感ってないんですよ。そんな中、この大根のシャリッとした食感が入って、んでもって、この牛すじ煮込み、この中にこの大根を入れてもね、もちろん美味しく仕上がるほど、この相性がすごくいいので、まあそりゃうまいよね。で、なんて言ったらいいんかな。今のこの状態だと、すごいパンチが強いんで、僕やったら焼酎と合わせるかなっていうお味なんですよ。ただ大根が入ると、この大根の水分で若干塩分が落ち着いて、なんかね、日本酒に合わせたいなっていうお味になった。なんか僕の中でね、体に悪いものは焼酎と合わせて、体にいいものは日本酒と合わせたいっていう、そういう性癖があるんですよね。なんかものすごく伝わりづらいかなと思いますけど、なんかそういう感じ。そんなれば僕はここからちょっとだけ静かに飲みます。というところで、とりあえず大根の皮の倍に加え完食。んでもってこの大根の皮のせ筋煮込み、ここにちょっと味を加えたくてですね、なんとなくこれすごく合うと思うんですよ。まずは先ほどと同様に大根に乗っけて、そしたらこちらの柚子胡椒をちょっと乗っけて、いやもうちょい乗っけていいな。筋乗っけて、もうちょいたっぷりつけて、あーうまいわ。でも辛いわ。これは酒が進むね。いやこれはいい晩酌やわ。この牛すじ煮込み、パック状のジップロックに個別に包装して、で空気ギューッと抜いて、で冷凍しとけばそこそこは持つと思うんですよ。塩分も強いし生姜も入ってるし、ちょっとお野菜とかの食感は変わると思いますけど、だからまとめて作っといて冷凍庫にバーッとストックしといたら、仕事帰りとかね、もうご飯作りたくないっていう時これすごい重宝しそう。でもう一個の味がね、同じく牛すじ乗っけて、ここでマヨ。これの味の感想としてはギルティー。これは罪深いな。もう体全体がカロリーって叫んでるわ。んでもってマヨネーズが全部の味を持っていった。やっぱマヨは強いね。全部をマヨネーズにするわとか言いながらやっちゃうんやけどね。でも個人的にはやっぱ一番好きな食べ方としてはこの柚子胡椒べったりかな。まあめっちゃ辛いけどね。だいぶ牛すじ煮込みが減ってきましたね。あとね、こんだけしかないんですよ。なのでちょっとまだ早いんですけど、もう締めのお時間に入ろうかなと思います。よいせい。今回もうここに直接これをバコっていこうと思ったんですけど、ちょっとこれに染み込みそうなので、ちょっと不服ですけどこっちに取り分けていきましょうか。ほいほいほい。でここに牛すじ煮込みドーン。はい、もう一丁ドーン。で真ん中に穴開けて、ここに温泉卵パカッと、あとはこの卵をぐちゃぐちゃーっとして、抜群にうめえ。まあそりゃうまいよね。このしっかり味の煮汁やもんね。やっぱお味噌が入ってる分ちょっとね冷や汁を感じさせるような、でも冷や汁とは比にならんぐらいパンチが強い。そして温泉卵マジマンジ。ああうまっ。
あ、でもちょっと入れすぎたな。ちょっとしょっぱいわ。これかけすぎ注意ですね。すごい喉乾く。というわけで、丼は最後これでラストですね。最後これでラスト。日本語言うのは難しいもんや。あら、微妙に残っちゃいましたね。なんとも言えない量ですね。そんならば、ちょっと中途半端なので、これは夜食にしようかな。てか、これをベースにしてお水で伸ばして、カレーとか作っても美味しそう。ということで、温泉卵を割って、そんならば参りますか。じゃあ、ラストスパート。やっぱこれ気になるな。で、やっぱしこちらももう食べちゃいましょうか。なんか自分でついたもんやけんさ、ちゃんと全部空にしたいよね。最後こちらで飲んで締めようかな。ちょうど卵も1個残ってるので、ここに卵1個落として、これを当てにお酒飲んでおしまい。いやでもやっぱうまいわ。自分で作っておきながらですけど、やっぱこれ酒が進む。ごちそうさまでした。いやーうまかったね。いやもうすっごいうまかったんだけど、お酒ともよく合うし、でもちろんご飯にもあったし、ただすっごい塩分がすごい。これは食べ過ぎ注意やな。でしかもこんだけお酒飲んで、間違いなく僕は明日顔パンパンですね。それいけアンパンマン。でも話は戻りまして、今回の味付けに関して、なんていうか特別変わったものも加えてないし、基本的にどこのスーパーに行ってもすぐ手に入るものしか今回使ってないんですけど、もし僕が次作るなら、そういうのお味噌は赤味噌2、白味噌1くらいにして、でね、今回僕こんにゃくをさざ波切りで切ってるんですけど、今回のこの中に、手綱切りこうねじるやつ。切り方で切ったこんにゃくも結構入ってたんですよ、実は。んで、両方食べ比べてみて、なんかね、個人的には手綱切りの方が食感が良かったように感じました。食感というのか、歯触りというのか。きっと多分次作るときは全部手綱切りにすると思います、僕。ちょっと手間は増えるけどね。とはいえ、その手間がかかったらかかった分だけ自分が作った料理に対する思い入れというか愛着が湧きますからね。僕は結構好きやったりするんですけど。で、最後にはなりますけど、今回のこの牛すじ煮込み、本当にものすごく味濃いし、もうドロドロトロトロぐらいまでいきますんで、もうちょっと、なんていうか筋らしい、ちょっと筋張ったところのコリコリ感とかね、そういったものを楽しみたいよっていう方は、最初の僕多分90分2時間ぐらいブワーってやってると思うんですよ、初めて。あそこの時間を30分から1時間の間で好きな時間で調整してもらったりとかしながら、まあ大体45分から50分ぐらいかな。なんかちょこちょことおつまみ食いというか試食をしながら好みの食感をね探してもらえれば、左手にお酒でも持ちつつっていうところかな。では今回はこの辺で終わろうかなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。では。